後半から20世紀初頭にかけて、多くの人々が火星には運河がある、火星人が存在すると本気で信じていた時代がありました。でもね、当時の状況を知ると、まあそう思っちゃうのもわかるかもってなるんだよ。では、この壮大な勘違いがどのように生まれたのか見ていきましょう。その発端は1877年、イタリアの天文学者ジョバンニ・スキアパレッリが火星を観測したことに始まります。スキアパレッリさんは火星の表面に細い線のような模様を発見して、イタリア語でカナリって呼んだの。ここで重要なのは、イタリア語のカナリは溝や水路という意味で、自然にできたものも含む言葉だということ。でもこれが英語に翻訳されるとき、キャナル、人工の運河って訳されちゃった。スエズ運河とかパナマ運河のキャナルですね。そう、たった一つの単語の翻訳ミスが壮大な勘違いの始まりになったの。この火星の運河説を広めた中心人物がアメリカの天文学者パーシバル・ローエル。ボストンの名門出身で、私財を投じてアリゾナに天文台を建設した人物ですね。ローエルは火星を繰り返し観測して500本以上の運河をスケッチしたの。500本？それ、もはや路線図ですよね。そしてローエルはこんな仮説を発表した。火星はかつて地球のような惑星だったが、今は乾燥しつつある。火星人たちは文明の存続をかけて極地の氷を運ぶ惑星規模の運河を建設した。望遠鏡で火星を観察しただけですよね。それって仮説じゃなくてただの妄想なのでは？滅びゆく文明の最後の大事業。ドラマチックでしょ？ローウェルは科学者であると同時に優れたストーリーテラーでした。一般向けの本を次々と出版し、講演会も精力的に行いました。で、この説が大流行しちゃったわけ。しかし、なぜローウェルには運河が見えたのでしょうか？これ、人間の認知の面白い特性が関係してるんだよね。なるほど。確証バイアスというのがあって、人は自分が信じたいことを裏付ける情報を集め、矛盾する情報を無視する傾向があります。運河があるはずって思って望遠鏡を覗くと、本当に運河が見えちゃうということですね。当時の望遠鏡には限界があって、鮮明な画像は得られなかった。不鮮明な像の中から脳が勝手に意味のあるパターンを作り出してしまうの。どれぐらい不鮮明かっていうと、当時の望遠鏡で見た火星ってこんな感じ。いやいやダメでしょ。解像度低すぎますよ。当時の天文学者はこんな映像を何時間もじーっと見ながらスケッチを描いていたんだよ。それではないものが見えちゃっても仕方ないかなと思いますね。当時から懐疑的な科学者はいました。例えばギリシャ出身の天文学者ムジェーヌ・アントニアディは、より高精度な望遠鏡で火星を観察し、運河なんて見えないと報告しています。また、20世紀の初め頃には観測精度も上がり、火星に運河は存在しないことが明らかになっていきます。でも、ローウェルの説はすでに大衆の心を掴んでいた。火星人いるかもの方が面白いしね。最終的な決着は、1965年、NASA の探査機マリナー4号が火星の表面を撮影しました。結果は、クレーターだらけの荒涼とした大地。運河などどこにもありませんでした。約90年にわたる夢は、ここで終わりを告げました。でもね、この勘違いは悪いことばかりじゃなかったんだよ。まず、H.G. ウェルズの宇宙戦争。火星人が地球を侵略する SF の古典。火星の運河説がなければ生まれなかったかもしれない。1898年発表。まさに火星ブームの真っ只中ですね。E.R. バローズの火星のプリンセス。
レイ・ブラッドベリの火星年代記など、その後のエンターテインメント分野にも大きな影響を与えました。子供たちに夢を与え、その中から次の世代の天文学者や宇宙技術者が育っていったとも言えますね。また、この事件は追試の重要性、確証バイアスへの警戒など、科学の方法論を発展させるきっかけにもなりました。あと、ローベルの天文台は今も現役で、1930年には冥王星の発見に貢献したんだよ。どうして当時の人たちは火星に高度な文明があるなんて話をあっさり信じちゃったんでしょうか。実はこれ、当時の時代の空気と深く関係してるんだよね。時代の空気ですか？ 19世紀の終わりって科学技術が不可能を可能にしていった時代なの。蓄音機、電信や電話、電球、映画。昨日まで魔法だったものが今日には現実になっている。科学に不可能はないという感覚が広がっていた時代ですね。そう。科学技術がバラ色の未来を作ってくれる。みんなが本気でそう信じていた。だから、そういうバラ色の未来を実現させた人たちが火星に存在するっていうファンタジーを信じちゃったのかも。火星の運河は科学技術への希望が乗せた夢だったと。でも、その後の20世紀は科学技術の別の顔が見えた時代でもありましたよね。2度の世界大戦、核兵器の開発、環境破壊、そして今も続く地球温暖化。科学技術は確かに多くの恩恵をもたらしたけど、同時に文明を破壊しかねない力も持ってしまった。でも姉様、科学が生み出した問題を解決できるのも、また科学の力ですよ。間違いから学んで、より良い方向に進んでいく。それが大事だね。はい。そのために、ちゃんと確かめることが必要です。じゃあ私、火星に猫がいる説を提唱するね。科学に必要なのは、ロマンより検証です。